やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、シークリアルの新商品、ドーン。珍しい、長方形の振動板を持つ、10×14mm の平面駆動ドライバに、ノールズ製の BA ドライバを組み合わせた、全く未知のイヤホンだ。BA ドライバを平面駆動ドライバと組み合わせたイヤホンは、キネラセレストガミホや、TRN 玄武などが低価格帯で発売されているけれど、ドーンのサイズのドライバを BA ドライバと組み合わせたモデルは、今のところなく、結構未知のトライと言える。価格帯は179ドル、2万円ちょっとで、最近更新が熱いクラスだ。果たして、この未知のイヤホン、どんな音がするんだろうか。そうそう、未知といえば、今回ドーンを発売した、シークリアルオーディオも、日本人にとってはかなり未知のブランド。実際、検索をかけてみても、日本人の YouTube レビュアーが若干レビューを投稿してるくらい、前作、エアシップは海外のレビュアーが何人かレビューしてるくらい、英語と日本語の情報は本当にその程度で、おまけにドーンは現在、海外のリンサウルからしか入手できない状態だ。謎に満ちたブランドだけど、今後情報が出てくるんだろうか。ちなみに、前作、エアシップは、好評をもって迎えられている。ただし、エアシップは、ドーンとは全く構成が異なって、カーボンナノチューブ振動板を採用した1ダイナミックドライバーイヤホンだ。前作の情報は全く当てにならないし、レビュー前は他の人の感想を聞かないようにしてるので、果たしてどんなイヤホンか、という謎はさらに深まる。パッケージ内容から見ていこうか。パッケージの内容物は、イヤピ2種類、3.5mm と 4.4mm から選択できるケーブルがいずれか一つ、そして高級感のある、ジッパー式のレザー調ポーチ、クリーニングロッドなどの付属はなし。内容としてはシンプルだけど、品質としてはこのクラスの高級感を醸し出すセット内容だな。ポーチは特に高級感を感じさせる出来で、おそらくシークリアルの共通付属品、なんとなくブランド全体のイメージが見えてくる。付属ケーブルも、そのままでも使えるような品質の良い銀メッキ線、プラグ交換ギミックなどはなくて、CIEM2 ピンタイプのオーソドックスな銀メッキ4新線だ。本体側はコネクタ部分に若干のくぼみがあるので、CIEM ほどとは言えないけど、フラットにピンとも言えない、微妙な感じだ。フラットにピンケーブルでも、コネクタ部分が完全にフラットだと、装着時に隙間ができて、そこが弱点になるぞ。ケーブルはちょっと気をつけて選ぶ必要がありそうだな。ただ、標準ケーブルで全く不満を感じないので、特に何か思うところがなければ、リケーブルは不要ないいケーブルだ。付属のイヤーピースは、表面の摩擦、弾力ともに問題なく、簡単に耳の密閉を取れる。ただ、人によってはもうちょっといいイヤーピースに交換したくなるかも。付属品はこんな感じだな。続いて、本体を見ていこうか。本体の質感は大変よろしい。前面表面がなし地加工された、金属製となっていて、フェイスプレートはグレー、裏面はダークグレーの程よい塩梅のモノクロームな組み合わせ、落ち着いたデザインの放射状文様も、光で表情を変える、かなり好きな外観のイヤホンだな。ノズルの長さ、角度は適正で、多少大きさを感じる装着感。ただし、使っていて、不快な重みや重量感を感じるような要素はなかった。長時間の使用も問題のない範囲に収まった装着感だぞ。なし地加工の金属外装は、質感も良く、取り回した時の感触も良い、扱っていて満足感を得られる一台だ。音漏れの原因となる、ベントは、下部に3つと、内側に1つ、下部の3連ホールからは、結構音が漏れる。ただ、このイヤホンで音が漏れるほどの音量で聞くってことは、難聴のリスクのある音量で聞いてるということになると思うので、ちょっと音量について考え直した方が良さそうだ。本体に関してはこんな感じ。総じて、2万円クラスの満足感のある仕上がりになっていると言える。特徴のところでほとんど言ってしまったけど、もう一回中身について見ていこうか。厚めで安定感のある金属外装に包まれた心臓部は、10×14mm という、なかなか見ない寸法の、長方形平面駆動ドライバが収まっている。そして、その高音域を補強する、BA ドライバ。こちらは、型番は公開されていないけど、ノールズ製のものだ。10×14mm の角型平面ドライバは、正方形に直すと1ペンが約 12mm 弱。つまり、変形はしているけど、1ペン 10mm の平面駆動ドライバよりももちろん大きいし、角型と丸型の平面駆動ドライバの面積を単純に比較していいのかはわからないけど、だいたい直径 13.3mm くらいの平面駆動ドライバと同じくらいの面積を持っている。低音域に関しては、自然なものが期待できそうだな。10年ぶりくらいに円の面積の計算なんてしたよ。さて、そんなドライバーを持っているドーン。
リンサウルの商品ページにも、衝撃的な低音の煽り文句が踊る。平面駆動ドライバの低音域は、もちろん豊かなんだけど、サブベース帯域に関しては、通常のダイナミックドライバの方が良いものが多いのも事実。果たして、そんなに衝撃的なのかというと、うわ、強い。最初に聞いた時の衝撃は、確かにリンサウルがページで言ってる通り、強烈なベースのうねり、そして、金属質な感触を表現できる力強さ。てっきりもっとお上品かと思ってたけど、感触系ドンシャリのお手本みたいな音を出すぞこいつ。金属シェルと BA の組み合わせのおかげで、高音の明瞭感が顕著で、パワフルかつキレの良い音を求めている人に、望むものをそのまんま与えるイヤホンだ。具体的に手持ちの機種と比較すると、竹の利点よりも高音、ベースが強烈で、なおかつドライかつソリッドな音色。あちらがある程度しっとりとした音なんかも得意にしているのに対し、ドーンはとにかくメリハリがあって、それでいて後に余韻を残さない、立ち上がり、引き下がりがめちゃくちゃさっぱりした音だ。なので、全体にはどこかあっさりとした印象もあるはずなんだけど、それを感じる余裕のない臨場感のおかげで、独特のキャラクターを持っている。この低音と、全体に余韻があっさりとした感じのする音色の組み合わせは、アンビエント系の音楽を聴いた時に最大の効力を発揮してる。常に低音が響き、それでいて音の数が少ない曲なんかでは、全体の清涼感、明瞭感を最大限に引き出しつつ、低音の包み込まれるような感じもしっかりとなってる。で、ここに残響感や余韻、空間自体の振動が残る感じが強いと、アンビエントの低音ってただの地鳴りになっちゃうんだけど、ドーンは低音域の力強さはありつつも、残響感がすっぱりと途切れるので、あんまり派手に空気が振動して欲しくない。かつ、低音が膨らんで欲しくない気分の時に、最適な回答を示してくれる。また、シンセサイザーの音なんかにも親和性が高い、電子的に作られた特徴的な低音を、きっちりと表現できる。それでいて、衝撃力が強い。例えば、有名なゲーム、サイバーパンク2077で使われている曲、アンタゴニスティックには、不自然に電子的に細切れにされた、連続した音色が存在するんだけど、それを一番気持ちよく、かつ潰れずに鳴らせるイヤホンになるんじゃないかな。まるで開放型みたいに音が抜けていくんだけど、それでも余韻はあるはずなのに、ドーンはそれがない。本当に、入り切りがスパッと小気味よく切れるんだ。それでいて低音域にはしっかりインパクトがあって、この低音域もしっかりスパッと止まる。映画マトリックスシリーズのサウンドトラックなんかも、曲の違う顔が見れて楽しい。イヤーピースをつけ損ねているような、極度に乾燥したような音のはずなのに、しっかりと臨場感はある。やっぱり不思議な音だな。強いて言うなら、サブベースがスパッと止まるので、反響してる感じがなく、そこにちょっと違和感を感じるかもしれないが、それもまた、ドーンの顔、連続した電子音の混じる楽曲を再生した時に、ピタッとそれぞれの音を引きずらないドーンの音色は、唯一無二の性質を感じられるぞ。じゃあ、より伝統的な曲とかはどうなってるのかというと、こちらもフル BA のような音色とはどこか違う仕上がりで、すごくさっぱりとした感触傾向感が強く、そして音が綺麗に切れるせいで、弦楽器の音は、その入りがめちゃくちゃ気持ちよく聞こえるし、響きもグダグダ残らず、ピシッと止まる。弦音とかは考えちゃいけない。この小さなイヤホンだからできる音だ。ずっと聴いていたいし、聴いていられる音だな。同じ曲を流しても、音の入抜きのタイミングの解像度がめちゃくちゃ上がるので、しばらくは新しい発見があるだろう。この余韻は共鳴感を徹底的に取り除いたような音は、ぜひとも一度聞いてみてほしい。それでいて、低音もかなり力強く、衝撃的なので、人間が演奏している曲ですら機械的な印象すらある。この性質でボーカルを鳴らせば、楽しいキレッキレの音になるのは想像できるでしょ？シークリールは、今まで全然情報のなかったブランドだし、ドームも全く前評判を聞かなかったイヤホンだったんだけど、個人的に感じたのは、何食えばこんな音にできるんだよ、というものだった。平面ドライバの中でも未知の音の入抜きが異様にクイックで、他の繊細な平面駆動ドライバよりも、さらにくっきりとした表現。ピエゾツイーター平面駆動のフック XHBB も、かなりくっきりとした高音を持っていたけど、ドーンは個性という面では最強の平面駆動になるんじゃないかな。もちろん、それを下支えする基礎力あってこそだぞ。音色を分解してみようか。明瞭でダイレクト感のある高音域。ただし、刺さりはない。単純に鋭いわけではなく、音の入りと抜けがめちゃくちゃきっちりしていて、一音一音が他の音と混じらない感じ。中音域も、鋭さはないのに、それぞれの波形を聞き取れるような、謎の解像度。ボーカルやセリフはめちゃくちゃ聞こえやすく、何かの電子的補正によるアシストを受けてるんじゃないかってレベルのキレの良さだ。
そして低音域。このような解像度の高いイヤホンにもかかわらず、低音は非常に強い。サブベースがイヤホン内部で反響して戻ってくる感じがないので、かなり力強いのに、広がりを感じない。きっちりとした鳴り方の特徴を一番形作ってるのはここだと思う。空間表現は、よくわからない。脳内で音が鳴ってる感じはしないんだけど、全く残響がないので、頭の中に直接語りかけています。って感じ。絶対にありえないんだけど、0度の宇宙の暗黒空間に空気を入れて、全裸で音楽聴いたらこんな感じになるんじゃないかな。なんかやばいもの吸ってる人みたいな感想になったけど、それくらい特殊な音で、良い音出すイヤホンってことだ。残響がないのにインパクトのすごい低音域や、立ち上がりも引きも早い全域の魅力、少しでも伝わってたら幸いだな。と、こんなところだな。またすごいイヤホンが出てきたもんだ。星5レビューの時は、なんというかこの凄さを表現するために脳みそ削って書いてる気がする。そのうち語彙力がゼロになりそうだけど、語彙力を生むのも、またイヤホンなんだよな。と、いったところで今回はここまで。